はい、皆さんこんにちは。今回はこちらのジグ、ポテンシャルレーシングさんから出ているヘキサゴンピアッサーご紹介していきたいと思います。これね、何に使うのかよくわからないっていう方いらっしゃると思うんですが、まずはね、そこからご説明していきたいと思います。ホイールを貫通する際、こういったドリルで貫通させることが多いと思うんですよ。ドリル自体は丸い形をしているので、開けた穴も丸くなるんですけれども、ミニ四駆で使うシャフトは六角の形をしているので、この六角の形状に穴を整えるのがこのヘキサゴンピアッサーになります。なので、このシャフトをホイールにまっすぐ入れることができたら、特にね、このジグって必要ないんですよね。ただこのまっすぐ入れるの難しいんですよ。斜めに入ってしまうと、斜めに入った状態で六角の形が作られてしまうので、ホイールがブレてしまいます。斜めに入らないように、このジグでサポートしてくれる。そんな感じだとね、僕はね、思うんですよね。ヘキサゴンピアッサーの中に入っているパーツは、ここに今映っているものですね。結構ね、細かな部品とかもあるので、なくさないように注意していただければなと思います。こちらが六角穴を形成するために使うシャフト、そして台ですね。これはね、足がついて、サラビスがついて、このつまみとかもあります。組み立てはね、すごい簡単なので、今回はご紹介は省かせていただくんですが、そしてこれはね、このシャフトを取り付けて使う時にね、こう叩くんですけれども、そこの叩く場所ですね。ここに芋ネジがあって、これで固定していくんですけれども、この芋ネジ自体が結構ちっちゃいので、これもね、なくさないように注意していただければなと思います。そしてこのパーツが穴を開ける時のサポートのパーツですね。こんな感じで使うんですけれども、ここに取り付けて使います。で、最後、これがね、ちょっとよくわからなかったんですが、多分ね、ここにぴったり入るんで、ここに入れて、このミニ四駆のシャフトを取り付けるときに使うサポートのジグになると思います。こんな感じで、シャフト自体をまっすぐ入れることができます。結構ね、いろんなパーツがついて、いろんな使い方ができそうですよね。さらに、こういったシャフトとか曲がったりとか、なくしてしまったりするじゃないですか。そうなっても大丈夫なようにリペアパーツっていうんですか、そんな感じで単品で売っています。この辺はね、本当にポテンシャルレーシングさんありがたいところですよね。使うホイールはこのスーパー X 用のティッシュホイール。これがね、歪みが少なくて僕はね、気に入っているんですよ。これにまずホイール貫通しなきゃいけないんで、同じね、ポテンシャルレーシングさんのホイールピアッサーを使って貫通の方していきたいと思います。はい、ホイール貫通の方はできました。このホイール貫通もね、ホイール自体がブレていると、こういったね、ジグを使う際、あんまりね、意味がなくなってしまうので、なるべくね、ホイールのブレが少ないものを選んで使っていただければなと思います。まずはこの台にサポートのジグを取り付けて、つまみを回して固定していきます。そんな強くね、回さなくても大丈夫です。これで固定の方ができました。そして、シャフトに叩くところのこのパーツを取り付けて、ここに入れていきます。そうすると、結構台よりも下にシャフトが出るんですよね。この状態にして、ホイール、こっちの、なんていうんですかね、通常取り付ける方、ここにこういう風に入れていくんですが、ポテンシャルレーシングさんのこのシャフト、先っちょね、軽く入るんですよね。なので、軽く入れて少し押し気味でホイールを回すと、ピタッとね、こうはまって、こう回るところがあるんですよ。こんな感じでまず軽くホイールを取り付けていきます。そうすると、この状態で置くと、グラグラね、してしまうんですよ。こんな感じで。足がね、ついてないので、この状態になったら、一度、このつまみを緩めて、台を下に下げます。
そしてまたつまみを回して固定していきます。そうするとこんな感じですね。ぴったりホイールが地面に当たる感じになります。この状態でハンマーで叩いていくんですが、僕もねポテンシャルさんの動画を見て、こっちの面平らな面じゃなくてこの丸まってる面、これで叩いた方が力がね均等に伝わってまっすぐシャフトの方が入っていくということなんで、こんな感じのねハンマー、これはね僕100均で買いました。使うといいと思います。でこれをあとは叩いて、下までいったら完成となります。これでこんな感じでね回すと歪みがあるかどうか分かりやすいんですけれども、ちょっとね見えづらいですかね。こんな感じですね。もうほぼほぼブレてない感じがしますね。しっかりホイール貫通と六角面の形を整えることができたんじゃないのかなと思います。あとはね外していくんですけれども、外し方はまあこのままねブチってね取ってもいいですし、このハンマーを叩くところ、これを外せばこんな感じでシャフトがついたまま外せます。ここのねシャフトの太い部分、これがファイ 3mm なので、その径のチャックができるリューターだったらこのまんまリューターに取り付けることができます。通常はねファイ 2.35 が多いと思うので、もしかするとねつかないっていうやつもあると思うんですが、つくやつはこのまんま取り付けられるので、そのまんまリューターに取り付けてホイールの面出しをしたりペラタイヤを作ったりっていうことができます。さらにポテンシャルレーシングさんのタイヤセッターはこれが取り付けられるということなんで、まあ一連の流れでねホイール貫通して六角面整えて、そしてタイヤセッターに取り付けてホイールの面出しペラタイヤ作戦ができる。めっちゃいいですよね。僕はねポテンシャルレーシングさんのタイヤセッターは持っていないので、この状態にして、これアルティマ AT、僕がいつも使っているリューターなんですけれども、これはねこの部分を外して、このチャックするパーツ、通常だとね 3mm 入らないんですが、しっかりねついてるんですよね。 3mm 用のチャックが付属で、この交換の手間はね少しめんどくさいなって思うんですが、ほら入れられることができるんですよ。これでもう回せばホイールの面出しとかもできますよね。こんな感じでこうやってね見てもそこまでねブレはないので、こういったね使い方ができるのは本当にありがたいところです。ここがね 2.35mm だったらねこの取り回しっていうのはめちゃめちゃ楽なんですが、多分ねこれ叩いて挿入するんで、この部分が強度があった方がいいということで 3mm なんだと思うんですよね。こういったジグね長く使えるっていうことも結構重要だったりしますので、一手間ねかかってしまいますが、僕はねこれでわりかしね満足しています。あとはシャフトの方を外して、このミニ四駆用のシャフトを挿入したいと思います。これも曲がりがないものを使っていただければなと思います。今回用意したのは 60mm のノーマルシャフトですね。近くにあったので、この曲がりがないものを使っていきたいと思います。で、このサポートジグをこっちのものに交換して、同じですよね。通して、逆履きもいけるのかな。で、このつまみを回して固定して叩いて入れてみました。そうするとこんな感じですね。結構ブレてないですね。やっぱり多少ブレはあるっちゃありますけど、全然許容範囲だと思います。そうするとシャフトまで
一括で入れることができます。ただ反対側はね、どうしてもマシンに取り付けるとこういったジグが付けられないのでサポートっていうのはできないんですけれども、片側だけでもやっとくだけでいいですよね。反対側微妙に調整してなんとかなりそうな気がするじゃないですか。このね、両方まっすぐマシンに取り付けた時に入るジグっていうのはないんですかね。難しいのかな。結構大きなジグになっちゃいそうだし、そういうのあったら嬉しいですよね。ついでにホイール取るのもできたりして、入れるのもホイール取るのも、その1個のジグで網羅できる、そんなね便利なものがあったら僕はねありがたいなと思います。誰かね開発していただくのをちょっとね期待して待ちたいと思います。でシャフトの方が挿入終わりました。それで一つ気になったのがこのシャフトチェッカー、これもねぴったり入るんですよね。ちょっと何用途で使おうかわからないんですが、このねサポートジグがあるので、よりまっすぐね入れたい時とか、このシャフトチェッカー使ってもいいですよね。特に今はノーマルシャフトを使っていたんで 1.99mm 使ったんですが、中空ステンレスシャフトとか使う時の 1.97mm これとか入れて、ステンレスシャフトもまっすぐ取り付けるのに使えるっちゃ使えますよね。ただシャフトチェッカーね、中の精度わりかし命なんで、ジグみたいにこういう風に入れてシャフトをね入れてポンポン叩いてると、もしかすると中が少し削れて精度が悪くなってしまうっていうことがありますので、その辺はね自己判断でやっていただければなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はポテンシャルレーシングさんのヘキサゴンピアサーセット、こちらをご紹介させていただきました。ホイール貫通した穴をミニ四駆のシャフトに合わせて六角面に整えてくれるサポートジグになっています。もうねまっすぐねシャフト入れられるっていう方は特に必要ないです。ただこういった細かなところでミニ四駆の速さって変わってくると思いますので、気になったという方是非使ってみてはいかがでしょうか。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。いや、ここまでね、悩んだんですよね。前回と同じようにしたらすぐにバレそうだし、大々的にね、やっちゃおうかなとか思ったんですが、僕はね、やっぱり使いたいと思っている人だったり、気になってこの動画を見てくださる方に使っていただきたいという気持ちがね、ありますので、本当にねここまで引っ張って申し訳なかったです。実はポテンシャルレーシングさんからもうワンセットをいただいていて、こちらを視聴者プレゼントとして使わせていただきたいと思います。応募期間はこの動画が上がってから1週間、ちょっとねこの辺にねしっかり出しておきたいと思います。そして応募方法は僕の Twitter のアカウントにダイレクトメール DM の方をしていただければなと思います。その際にヘキサゴンピアッサーセット応募とか分かりやすいメッセージ入れていただければありがたいです。前回ねちょっと応募なのかどうか分かんないコメントの方っていうのもいらっしゃって悩んだんで、なるべくね分かりやすいので大丈夫です。またね別にねチャンネル登録もしなくていいですし、 Twitter のフォローもしなくてもいいので、本当にね気軽にここまで見てくださった方は応募していただければなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。